これがね、私の勤めている会社の湿地帯ですね。池のね、内陸の岸になります。で、その岸にこのようにね、野鳥の観測のためのね、ベンチを作ってます。で、私はね、このようにスコープを構えたわけですね。こんな感じでね、ぐるり一周の生物と過ごせれるようになっています。豊田市はね、ラムサール条約の湿地を有しているので、そういったところに飛来する鳥もここに来るのではないかと期待してます。この辺ね、全部湿地帯なんですよ。ですので、あんまりね、足を踏み入れるとね、ズボズボって入っていっちゃいます。ここら辺もね、ほとんどね、菖蒲が生えてるんですけれどね、外来種でしょうね。こんにちは、ボスケです。今日はね、家にあった機材でデジスコを組み立ててみたいと思います。よろしくお願いします。はい、まず用意するものは必ず三脚ですね。三脚と、あとは雲台なんですけれど、私は微動装置がついているミザールのね、K 型軽位台というものを使おうと思ってます。これはね、ちょっとね、あまりにも仰角がね、大きくなるとカックンってしちゃうんですけれど、水平あたりでね、使う分には非常にね、滑らかな動きしてかなり使えると思います。はい。あとこれも当然といえば当然なのですが、スポッティングスコープですね。これは必要です。はい。ここからがね、工夫したところだと思うんですけれど、ここのね、下にあるのは、越美のね、2つ付けれるツインプレートですね。これを使って、フィールドスコープとカメラをつなげようとしています。でね、このカメラの方もね、ここに雲台つけちゃうとね、ちょっと高すぎるので、レベリングユニットをね、つけてます。これはね、スリックのレベリングユニット2というもので、ある程度ね、カメラの傾きだとか微調節できます。で、これだけだとね、ちょっとカメラの穴よりも長いので、ワッシャーをね、適当にこのようにパチンと。はい、それではカメラを乗っけていこうと思います。これぐらいでしょうかね。レベリングユニットのおかげで微調節ができますね。望遠鏡とカメラの光軸を合わせたら、あとはね、ここから光が漏れないようにアイピースのツイストをアップさせてピタッとくっつければ、これでデジスコ、簡単なデジスコ完成です。ほら、この通りね、望遠鏡の中を通った映像がね、カメラを通して映し出されてますよね。見っけた。詐欺見っけた。みたいね。スプレーで。なんか狙ってるぞ。食べた。やっぱりこの微動があるといいね。花が咲いてないのはちょっと残念だけどね。唯一サギさんだけがいてよかったわ。他にも鳥がいないからね、あのサギがいなかったら何の鳥だかもなく